根性とは何か、生きるために必要な要素だと思いますか？皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、北里柴三郎の言霊を紹介していきます。根性だけでは生きられないという言葉は、明治から大正期にかけての医学、科学の発展に大きく関わった柴三郎が残したものです。この言葉には、困難に立ち向かうだけではなく、知識や仲間の協力が必要だという意味が込められています。柴三郎の歩んだ道をたどりながら、この言葉の背景を探っていきましょう。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まず北里柴三郎のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。北里柴三郎さんに関しての知識が全くなくて、新たな歴史を知るのを楽しみにしてきました。まずは、生い立ちや教育環境について教えていただけたら嬉しいです。こんにちは、ハミルさん。楽しみにしてもらえて嬉しいよ。それでは、北里柴三郎の生い立ちと教育環境について話していこう。北里柴三郎は1853年、現在の熊本県にあたる肥後国小国郷で生まれたんだ。彼の家族は農業を営んでいて、自然豊かな環境の中で幼少期を過ごしていたんだ。幼い頃から勉強に熱心で、特に医学や科学に興味を持っていたんだ。最初は地元の寺子屋で学んでいたけど、その後熊本洋学校で西洋医学や英語を学び始めた。この学校は、日本で初めて西洋医学を体系的に教える機関の一つで、当時の日本では非常に先進的な教育を受けることができたんだ。ここでの学びが、彼の医学への興味を一層深めるきっかけとなったんだよ。さらに学びを深めるために、東京医学校、現在の東京大学医学部に進学し、そこでも優秀な成績を収めていたんだ。彼の勉強への熱意と知識への探求心は、この時期に確立されていったんだね。このように、北里柴三郎は農家の息子として生まれ、地元の学校から東京医学校まで、幅広い教育を受けながら医学の道を歩んでいったんだ。とても視野の広い人物だったんですね。いろんなことに才能を発揮できる人って、頭の中どうなっているんだろう。その後の経験や、主な功績なんかも教えていただけたら嬉しいです。そうだね。北里柴三郎は本当に多彩で視野の広い人物だったんだ。では、彼の後の経験や功績についてまとめてみるね。北里柴三郎は1885年にドイツに留学し、ロベルト・コッホの下で細菌学を学んだんだ。当時、ドイツは医学と科学の最先端を行っていて、柴三郎もその一翼を担うことになったんだ。そこで、彼は破傷風菌の純培養に成功した。これは世界初のことで、破傷風菌の毒素に対する抗体を作り出し、それを利用した血清療法を開発するための重要なステップだった。この治療法により、破傷風に苦しむ多くの人々の命を救うことができたんだ。この成果は世界的に注目され、彼の名を一躍世界に知らしめたんだ。また、柴三郎はドイツ滞在中にペスト菌の発見にも貢献したんだ。当時、ペストは世界中で猛威を振るっていたんだけど、彼の発見により、感染経路が明確になり、予防策が確立されたんだ。特にインドや中国などでの感染拡大防止に大きく貢献し、彼の業績は世界的に称賛されたんだ。しかし、柴三郎の道のりは決して順風満帆ではなかった。ドイツ留学中は、言葉の壁や文化の違いに苦しみながらも、彼は自分の信念と情熱を持って研究に挑み続けたんだ。何度も失敗を重ねながら、彼は決して諦めることなく、医学の進歩に貢献するという熱い思いを胸に秘めていたんだ。日本に帰国後、北里柴三郎は日本の医学の発展に大きく貢献した。彼は1892年に私立伝染病研究所、後の北里研究所を設立し、日本初の私立医学研究機関として多くの優れた研究者を育てた。また、1901年には、現在の慶應義塾大学医学部の前身である慶應義塾医学科を設立し、医学教育にも力を注いだんだ。柴三郎はまた、血清療法の発展にも大きな影響を与えたんだ。彼の研究は、感染症の予防や治療において重要な役割を果たし、現代医学の基礎を築く一助となったんだ。北里柴三郎は、ドイツでの経験を通じて世界的な視野を広げ、日本に戻ってからも多くの功績を残してきたんだよ。ドイツは医学ではとても先進的だと聞いたことがあります。言葉の壁などを乗り越えて、多くを学び、形に残していったってことは、強い信念がないと成し遂げられなかったと思います。多くの功績を残した北里柴三郎さんは、どんなお人柄だったんでしょうか。そして、
現代ではどのような形で語り継がれているのかを知りたいです。北里柴三郎がドイツでの留学を成功させたのは、彼の強い信念と努力の賜物だったことがわかるよね。それでは、彼の人柄や性格についてまとめてみるね。北里柴三郎は、非常に真面目で研究熱心な人物だったんだ。彼は常に自分の研究が人々の役に立つようにと考えて行動していたんだ。そのため、彼はどんなに困難な状況でも諦めずに努力を続けたんだ。彼の同僚や弟子たちも、柴三郎の厳格さと情熱に大いに影響を受け、彼を敬愛していたそうだ。また、柴三郎はとても親切で面倒見が良い性格でもあったんだ。彼は多くの若い研究者を指導し、彼らが成長することを常に支援していた。彼の人柄の良さは、彼と関わった人々からも高く評価されていて、彼の死後も彼の人格や功績を称える声は絶えなかったんだ。現代においても、北里柴三郎の名前は医学界で広く知られているんだ。彼の業績は日本の医学発展に大きく貢献し、その功績は学校の教科書や医療機関の歴史紹介で紹介されることが多いんだ。特に、北里研究所や慶応義塾大学医学部など、彼が設立に関わった機関では、彼の遺産が今もなお受け継がれているんだよ。さらに、北里柴三郎の生涯を描いた書籍やドキュメンタリーも制作されており、多くの人々に彼の偉大さと人間性が伝えられているんだ。彼の、人間は根性だけで生きていけないという言葉も、現代の私たちにとって大切な教訓として語り継がれている。北里柴三郎は、その強い信念と人間性で多くの人々に影響を与えた人物だったんだね。彼の存在が、今もなお現代の医学や教育の中で生き続けていることがわかるんだ。周囲から慕われる人格者だったんですね。そういう方って、その環境の雰囲気に強い影響を与えるから、きっとハッピーの連鎖が起こっていたんじゃないかって想像できました。でも、根性だけでは生きていけないって、どういう深い意味が隠されているんだろう。より、詳しい背景が知りたくなりました。ハミルさんはいつも偉人の人柄を大切にした感想を発信してくれるよね。ハミルさんの優しさも北里柴三郎と通ずるものがあるかもしれないね。それでは次のセクションでは言霊の背景について探っていこう。北里柴三郎の言霊、人間というものは根性だけで生きていけるものではないの背景について、まずは時代背景と柴三郎の人生経験から紐解いていこう。北里柴三郎が活躍したのは明治から大正期にかけての日本。この時代は鎖国から開国し、西洋の文明や技術が急速に流入してきた時期だったんだ。特に医学の分野では西洋医学が導入され、伝統的な漢方医学からの大きな転換期を迎えていた。疫病や感染症が広がる中で、医学的知識や技術が重要視されるようになり、多くの人々がその恩恵を受けることとなった。この時期、日本は国際的な舞台での地位を高めるためにも、科学技術の進歩が急務だった。政府も積極的に海外からの技術導入を進め、若者たちを留学させていたんだ。柴三郎もその一人としてドイツに留学し、最先端の医学を学んだんだ。柴三郎の人生は、まさに根性だけでは生きられないを体現するものだったんだ。彼は農家の息子として生まれ、東京医学校で医学を学んだ後、ドイツに留学。ドイツでは、言葉の壁や異文化の中で学ぶことの難しさと向き合いながらも、破傷風菌の純培養やペスト菌の発見など、多くの成果を上げた、という流れはすでに説明したね。しかし、彼の道のりには、いくつもの壁が立ちはだかったんだ。研究資金の不足や研究の失敗、さらには同僚や上司との意見の違いなど、多くの試練に直面した。それでも彼は決して諦めることなく、研究を続けた。その背景には、ただの根性ではなく、科学的な知識の重要性と、社会に貢献するという強い使命感があったんだ。柴三郎は、日本に帰国後も多くの若者を指導し、彼らに知識と技術の大切さを説いていたんだ。彼の言葉には、自分自身が経験した困難と、それを乗り越えるためには、根性以上のものが必要だというメッセージが込められているんだね。北里柴三郎の言葉は、彼の時代背景や人生経験を通じて生まれたものであり、現代においても重要な教訓として受け継がれているんだね。なるほど。急激に変わる時代の中で、医学の発展がとても必要な時代だったんですね。いろんな困難を乗り越えていった。でも、何かしっくりこない部分があるんです。私が感じるのは、強い使命感や、壁を乗り越えて信念を形作るのって、やっぱり根性が必要なんじゃないかなって思うんです。確かに根性という言葉は、時代や人によって捉え方が異なるね。北里柴三郎の言葉が持つ意味と現代の根性の違いを踏まえて話してみよう。人間というものは根性だけで生きていけるものではないという北里柴三郎の言霊は、時代背景と彼自身の経験から生まれたんだ。当時の日本は、
急速な近代化とともに西洋の科学や医学を取り入れる時期にあったんだ。柴三郎が言う根性には、ただ頑張るだけではなく、知識や技術を取り入れる必要があるという意味が込められているんだよ。現代において、根性という言葉は努力や我慢を強調することが多いよね。例えば、困難な状況でも諦めずに頑張ることが根性として評価されることがあるんだ。でも、柴三郎が伝えたかったのは、それだけでは不十分だということなんだ。彼は、医学的知識や技術がいかに重要かを強調していたんだよ。彼の時代には、疫病や感染症が広がっていたけど、当時の医学はまだまだ発展途上だった。だからこそ、柴三郎は根性だけでなく、科学的な知識と技術が必要だと考えていたんだ。彼の研究は、破傷風やペストなどの治療法を確立することで、多くの命を救うことに貢献したんだ。それは、彼が持っていた強い使命感とともに、医学の重要性を理解し、実践した結果だったんだ。この言霊には、ただ頑張るだけではなく、学び続けることの大切さというメッセージが込められているはずだよ。現代でも、私たちは新しい知識や技術を学ぶことで、困難に立ち向かう力を得ることができるんだ。例えば、学校での勉強やスキルの習得は、将来の自分を助けるための根性として重要なんだって解釈できるよね。柴三郎が伝えたかったのは、根性とは努力や我慢だけではなく、知識を積み重ね、技術を身につけることで初めて形になるものだということのはずだ。彼の言霊は、私たちに学ぶことを怠らず、進化し続けることの大切さを教えてくれているんだね。彼の言葉の意味を理解することで、私たちもまた、困難に立ち向かうための力を得ることができるよね。すごくしっくりきました。時代背景によって根性の意味合いも変わってくるんですね。最近、エビデンスなんて言葉も、私たちの世代でも流行ったりしているんですけど、気持ちだけでもダメ、理屈だけでもダメ、双方のバランスが大事なんじゃないかって感じました。もう少し、北里柴三郎さんのエピソードなんかも交えて、言霊の解釈について深めたいです。言霊の意味が腹に落ちたみたいでよかったよ。それでは、北里柴三郎のエピソードを交えながら、彼の言霊の解釈とその現代的意味について深めてみるね。北里柴三郎がドイツに留学していた頃、彼は細菌学の最前線で活躍していたんだ。彼はロベルト・コッホの研究室で、言葉の壁や文化の違いに苦しみながらも、破傷風菌の純培養に成功したんだ。その時の彼の根性は、単なる努力や我慢だけでなく、科学的な方法と知識を駆使することが重要だったんだ。実験を繰り返し、何度も失敗を重ねながらも、彼は決して諦めなかった。その姿勢が、現代においてもエビデンスに基づいた科学的アプローチの重要性を教えてくれるんだ。また、北里柴三郎は日本に帰国後、私立伝染病研究所を設立し、多くの弟子たちを指導したんだ。彼は常に自分の研究が人々の役に立つようにと考えて行動していたよね。弟子たちには、ただの根性だけではなく、知識を求め続ける姿勢を教えていた。彼の指導のもと、弟子たちは自らの研究を通じて社会に貢献する道を歩んだんだ。このエピソードは、ただの根性や気持ちだけでなく、理論と実践のバランスがいかに重要かを示しているんだ。現代社会では、AI の発展やグローバル化が進み、新しい技術や知識が日々生まれている時代だよね。こうした時代において、私たちもまた、気持ちや努力だけではなく、科学的な根拠やエビデンスに基づくアプローチが求められているんだ。北里柴三郎の言葉は、ただの根性ではなく、知識と技術の重要性を説いている。これは、例えば AI が社会に与える影響を理解し、それに対応するために、データに基づいた判断が求められる現代の課題にも通じるんだ。さらに、ここはとても重要な部分になるんだけど、グローバル化に伴い、異文化や言語の壁を越えて協力することが必要になっているんだ。北里柴三郎がドイツで経験したような文化的な障壁を乗り越える力は、現代においても重要なスキルなんだ。彼の経験は、私たちが国際的な問題に対処する際の参考になるんだ。北里柴三郎の人間というものは根性だけで生きていけるものではないという言葉は、単なる努力の重要性を超えて、知識と技術、科学的なアプローチの必要性を説いているんだね。私にとってすごい心に響く内容でした。私は根性の捉え方がとても狭かったように感じました。北里柴三郎さんからの影響で、もっと広い意味で正しく根性を使って学んでいけるんじゃないかって希望に変わりました。一つの言葉でこんなにも学びを深められると思っていなかったです。次のセクションでは、もっと未来に活かせることがないかって部分をディスカッションしたいです。そうだよね。一つのことを深めると、より多くの視点を持つことができるようになるよね。では、ご要望通り、次のセクションでは未来に活かせることを考えてみようよ。それでは、
ディスカッションの題材としていくつかのテーマを考えてみたよ。ハミルさんは何を話してみたいかな。学び続ける姿勢、エビデンスに基づく判断、国際的な視野を持つ、感情と理論のバランス感覚、他者への貢献。気になるテーマはあるかな。国際的な視野を持つに興味があります。この間母と話していたんですけど、母の時代は学校で外国の方が同級生にいたことがないんだそうです。でも私の時代は小学校でも中学校でも高校でも学年に数名はハーフの子がいるのが普通です。他にもニュースとかで移民を受け入れるかとかって話題を聞いたことがあるんですけど、これからの時代は技術の発展とともに国際的な感覚も持っている必要があると感じていたんです。ハミルさんのお母さんの時代には学校で外国の方と接する機会がほとんどなかったんだね。でも現代では多くの学校でハーフの子や外国から来た生徒がいるのが普通になっているよね。これは技術の発展やグローバル化の影響が大きいんだ。私たちの社会はますます国際的になってきていて、異なる文化や価値観を理解することがますます重要になっているんだ。北里柴三郎がドイツで経験したように、言語や文化の壁を越えて他国の知識を学ぶことは大きな成長をもたらすんだ。彼がドイツで学んだ細菌学の知識は日本に帰国後、医学の発展に大きく貢献したんだよ。彼の根性は単なる我慢や努力ではなく、計画的に学び続ける努力だったよね。このような努力は国際的な視野を持つ上で必要な姿勢なんだ。はい、私も本当にそう思います。私もハーフの友達がいて仲良くしているんですけど、感覚っていうのかな、ちょっとした認識の違いみたいのも感じていて、それに興味を惹かれることがあるんです。その通りだね。育った環境や文化によって同じ言葉でも感覚的な意味が違うのは当然だと思うんだ。それらを理解していくことは多様性を受け入れることにつながっていくはずだよ。では根性という言葉の解釈をもう少し広げて考えてみよう。根性という言葉は時代や文化によって異なる意味を持つんだ。例えば武士道における根性は忠義や名誉を守るための忍耐と精神力を指していた。一方現代のスポーツにおける根性は競技における粘り強さや勝利への執念を意味することが多いんだ。北里柴三郎が強調した努力と根性は単なる我慢や頑張りだけではなく、目標に向かって計画的に行動し常に自己成長を続けることだった。この努力は現代の根性という言葉が強調する精神的な強さと異なるね。柴三郎の言葉は私たちに努力や根性の本質を再考させる機会を与えてくれたってことにもなるんじゃないかな。はい、私もまさかこんなにも深い意味を学べるとは思っていなかったです。言葉には人それぞれの意味があって、そのニュアンスを感じ取る力を持っている必要があると感じました。最後に、こうして言葉の持つニュアンスをより正確に判断できる能力ってどんなことに役立てられると思いますか？言葉の持つニュアンスを正確に理解することはコミュニケーションの質を高める上で非常に重要だよね。特に国際的な場面では異なる文化や背景を持つ人々との交流が増えるから、その重要性が増してくるんだ。例えばビジネスの場面では相手の意図や感情を正確に読み取ることでより円滑な交渉ができるようになるよね。もちろん学校での話し合い、友達との会話もそうだ。また教育や医療の現場でも言葉の使い方一つで相手の理解や受け入れ方が変わることがあるんだ。さらに国際問題や多様な価値観が交錯する現代社会では他者の視点を理解し共感する力が求められているんだ。こうした能力は社会全体の調和を保つためにも重要なんだよ。そっか、話し合いを円滑に進め、お互いが理解し合うことに役立っていくってことですね。そう考えると、やっぱりいろんな言霊を深めて、いろんな人と話して、自分の心を広げることって大事なんだなって思いました。見てくださっている皆さんはどんな感想を持ちましたか？他にも、ディスカッションテーマが4つもありました。いろんなことを、いろんな人とお話ししてみたいので、ぜひコメント欄を利用してくれたら嬉しいです。早速、明日から友達との会話に工夫を凝らしてみたいと思います。今回は、北里柴三郎さんについて学ばせていただき、ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。根性とは何か、生きるために必要な要素だと思いますか？この動画では、
北里柴三郎の言葉、人間というものは根性だけで生きていけるものではないを通じて、彼の人柄や功績、そして現代社会におけるその意義についてお話ししました。彼の言葉は、私たちがどんな状況でも前向きに学び続ける大切さを教えてくれます。そして皆さんは、北里柴三郎の言葉から、どのような教訓を得たでしょうか。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄でご紹介した言霊について、やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。